春日部つむぎのゲーム作ってみよう。親愛なる視聴者の皆様、こんにちは。どうも、春日部つむぎです。今回は、カメラをズームイン、アウトしてみようと思います。カメラをズームイン、アウトしてみた。早速、やってみましょう。1、マウスホイールでズームイン、アウト。マウスのホイールをアップ、ダウンすると、カメラをズームイン、アウトするようにします。操作キャラクターを開きます。ビューポートに移動します。カメラブームを選択します。詳細パネル、ターゲットアームレンクスの値を変更すると、ズームイン、アウトします。イベントグラフに移動します。1-1、ズームイン、マウスのホイールをアップすると、ズームインするようにします。マウスホイールアップノードを配置します。カメラブームコンポーネントを配置します。カメラブームコンポーネントより、ターゲットアームレンクス、セットノードを配置します。マウスホイールアップノードのプレス度につなぎます。マウスのホイールをアップすると、ターゲットアームレンクスの値を50小さくします。カメラブームコンポーネントを配置します。カメラブームコンポーネントより、ターゲットアームレンクス、ゲットノードを配置します。ターゲットアームレンクス、ゲットノードより、サブトラクトノードを配置します。下のピンを 50.0 にします。ターゲットアームレンクスの最小値と最大値を設定します。サブトラクトノードより、クランプ、フロートノードを配置します。ミニマムを200にします。マックスを1500にします。カメラのズームイン、アウトの範囲が、最小200から最大1500になります。リターンバリューをターゲットアームレンクスにつなぎます。1-2、ズームアウト。マウスのホイールをダウンすると、ズームアウトするようにします。マウスホイールダウンノードを配置します。ズームインをコピーして、貼り付けます。マウスホイールダウンノードのプレス度につなぎます。マウスのホイールをダウンすると、ターゲットアームレンクスの値を50大きくします。サブトラクトノードをアドノードに変更します。下のピンを 50.0 にします。コンパイルして保存します。起動してみましょう。マウスのホイールをアップすると、ズームインするようになりましたね。マウスのホイールをダウンすると、ズームアウトするようになりましたね。2、カメラズームエリアの作成。エリアから出たり入ったりすると、カメラがズームイン、アウトするようにします。2-1、DPI の作成。操作キャラクターとカメラズームエリアをつなぐ。ブループリントインターフェースを作成します。右クリック、ブループリント、ブループリントインターフェース。名前を BPI ズームプレイヤーにします。ファイルを開きます。操作キャラクターの状態を取得する BPI 関数を作成します。新規関数を BPIF ズームプレイヤーステータスにします。アウトプットに変数を追加します。変数 is プレイヤー、ブーリアンナタを作成します。変数 is プレイヤーはプレイヤー判定に使用します。もう一つ追加します。変数カレントアームレンクス、フロート型を作成します。変数カレントアームレンクスは、プレイヤーの現在のターゲットアームレンクスの値です。操作キャラクターに、ターゲットアームレンクスの値を渡す BPI 関数を作成します。プラス追加より、新規関数を追加します。名前を BPIF カメラズームにします。インプットに変数を追加します。変数ターゲットアームレンクス、フロート型を作成します。コンパイルして保存します。2-2、DPI の実装。操作キャラクターに BPI 関数を実装します。操作キャラクターを開きます。クラス設定、実装インターフェースに BPI ズームプレイヤーを実装します。インターフェースに BPIF ズームプレイヤーステータスと BPIF カメラズームが追加されています。BPIF ズームプレイヤーステータスをダブルクリックして開きます。プレイヤー判定として、プレイヤーコントローラーに所有されるかどうかで判断します。is プレイヤーコントロールドノードを配置します。is プレイヤーにつなぎます。現在のターゲットアームレンクスを取得します。カメラブームコンポーネントを配置します。カメラブームコンポーネントより、ターゲットアームレンクス、ゲットノードを配置します。カレントアームレンクスにつなぎます。ターゲットアームレンクスに値をセットします。インターフェース、BPIF カメラズームを右クリックして、イベントを実装します。カメラブームコンポーネントを配置します。
カメラブームコンポーネントより、ターゲットアームレンクス、セットノードを配置します。イベント BPIF カメラズームにつなぎます。ターゲットアームレンクスをターゲットアームレンクスにつなぎます。コンパイルして保存します。次の3、カメラズームエリアアクタの作成。カメラズームエリアアクタを作成します。右クリック、ブループリントクラス、アクタ。名前を BP カメラズームエリアにします。ファイルを開きます。コンポーネントパネルのクラス追加より、ボックスコリジョンを追加します。名前をコリジョンにします。詳細パネル、ボックスエクステンド 100.0、100.0、100.0 にします。線の大きさを 5.0 にします。位置を Z、100にします。ハイデンインゲームを無効にします。エリア内に入るとカメラがズームアウトするようにします。コリジョンを右クリック、イベントを追加、オンコンポーネントビギンオーバーラップを追加します。プレイヤー判定と、現在のターゲットアームレンクス値を取得します。アザーアクターより、BTIF ズームプレイヤーステータス、メッセージノードを配置します。イズプレイヤーより、ブランチノードを配置します。カレントアームレンクスを右クリックして、変数へ昇格します。名前をアームレンクスにします。ブランチノードのトゥルーにつなぎます。ズームアウト用の定数を設定します。変数を追加します。変数レンクスコンスタント、フロート型を作成します。変数レンクスコンスタント、セットノードを配置します。30.0 にします。変数アームレンクス、セットノードにつなぎます。ズームアウトなのかインなのかを判断するために変数を追加します。変数 is ズームアウト、ブーリアン型を追加します。変数 is ズームアウトはズームアウトかどうかです。変数 is ズームアウト、セットノードを配置します。有効にします。変数レンクスコンスタント、セットノードにつなぎます。エリアから出るとカメラがズームインするようにします。コリジョンを右クリック、イベントを追加、オンコンポーネントエンドオーバーラップを追加します。ズームアウトのゲットプレイヤーズステータスとコンスタントフォーズームアウトをコピーして貼り付けます。オンコンポーネントエンドオーバーラップノードにつなぎます。アザーアクターにつなぎます。変数レンクスコンスタント、セットノード、マイナス 30.0 にします。変数 is ズームアウト、セットノードを無効にします。徐々にズームイン、アウトするようにするために、ズームタイマーを作成します。カスタムイベント EV ズームタイマーを作成します。ズームアウトと、ズームインの最後で、カスタムイベント EV ズームタイマーを呼び出します。セットタイマー by ファンクションネームノードを配置します。ファンクションネームを EV ズームアウトインにします。タイムを 0.01 にします。ルーピングを有効にします。リターンバリューを右クリックして変数へ昇格します。名前をズームタイマーにします。0.01 秒おきに EV ズームアウトインが起動します。ズームタイマーを起動するときにズームタイマーがすでに起動していたらズームタイマーを停止します。変数ズームタイマー、ゲットノードを配置します。変数ズームタイマー、ゲットノードよりクリア&インバリデートタイマー by ハンドルノードを配置します。カスタムイベント EV ズームタイマーにつなぎます。セットタイマー by ファンクションネームノードにつなぎます。アームレンクスを増減します。カスタムイベント EV ズームアウトインを作成します。変数アームレンクス、セットノードを配置します。カスタムイベント EV ズームアウトインにつなぎます。アームレンクスをレンクスコンスタントで増減します。変数アームレンクス、ゲットノードを配置します。変数アームレンクス、ゲットノードよりアドノードを配置します。変数レンクスコンスタント、ゲットノードを配置します。アドノードにつなぎます。アドノード、変数アームレンクス、セットノードにつなぎます。変数レンクスコンスタントがプラスであれば、アームレンクスは増えます。変数レンクスコンスタントがマイナスであれば、アームレンクスは減ります。ズームアウトなのかズームインなのかを判定します。変数 is ズームアウト、ゲットノードを配置します。変数 is ズームアウト、ゲットノードよりブランチノードを配置します。変数アームレンクス、セットノードにつなぎます。ズームアウトであれば、プ
トゥルーに処理が流れます。ズームアウトの最大値を設定します。変数アームレンクス、セットノードより、グレーターノードを配置します。下のピンを最大値 3000.0 にします。グレーターノードより、ブランチノードを配置します。ズームアウト判定のブランチノードのトゥルーにつなぎます。ズームアウト時、最大値 3000.0 を超える場合は、ズームタイマーを停止します。変数ズームタイマー、ゲットノードを配置します。変数ズームタイマー、ゲットノードより、クリア&インバリデートタイマーバイハンドルノードを配置します。ズームアウト制限のブランチノードのトゥルーにつなぎます。ズームアウト時、最大値 3000.0 を超えない場合は、プレイヤーのターゲットアームレンクスにアームレンクス値を送ります。ゲットプレイヤーキャラクターノードを配置します。ゲットプレイヤーキャラクターノードより、DPIF カメラズーム、メッセージノードを配置します。ズームアウト制限のブランチノードのホールズにつなぎます。変数アームレンクス、ゲットノードを配置します。ターゲットアームレンクスにつなぎます。ズームインの最小値を設定します。変数アームレンクス、セットノードより、レスノードを配置します。下のピンを最小値 200.0 にします。レスノードより、ブランチノードを配置します。ズームアウト判定のブランチノードのホールズにつなぎます。ズームイン時、最小値 200.0 より小さくなる場合は、ズームタイマーを停止します。タイマーの停止を、ズームイン制限のブランチノードのトゥルーにつなぎます。ズームイン時、最小値 200.0 より大きい場合は、プレイヤーのターゲットアームレンクスにアームレンクス値を送ります。アームレンクスの送付を、ズームイン制限のブランチノードのホールズにつなぎます。コンパイルして保存します。DP カメラズームエリアをレベル上に配置します。起動してみましょう。エリアから入ったり出たりすると、カメラがズームアウト、インするようになりましたね。設定ファイル。カメラ演出は、プレイヤーの没入感とゲーム体験を劇的に向上させますね。カメラをズームインまたはズームアウトするメリットは、ズームインのメリット、集中感を高める、プレイヤーに特定のオブジェクトやイベントに注目させ、重要性を強調できます。ドラマ性の向上、緊張感や感情的なシーンを引き立てる演出効果があります。ディテールの強調、細かいグラフィックやアニメーションを際立たせ、プレイヤーに楽しみを提供します。ズームアウトのメリット、全体の状況把握、環境や敵の配置、進行ルートの俯瞰的な視点を提供して、戦略を立てやすくします。スケール感の演出、広大な世界や巨大な敵キャラクターを印象付けることができます。ゲームプレイのバリエーション、一時的に視野を広げることで、新しいゲームプレイ要素や感覚を提供します。だそうです。はい、それでは、今回の動画はここで終わります。興味がある人は高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあ、バイバイ。